どうもご紹介ありがとうございます。農学生命科学研究科の中西と申します。で今研究課長もお話になりましたが、もう少しビジュアルにですね、私どもがどういう取り組みをしてきたかということをご説明させていただこうと思います。で研究科附属施設全体を通した取り組みということでございます。でどういうことかといいますと、この組織とそれから場所、それから今までのその研究はどういうものだったかということについてご説明したいと思いますが、まず組織の話でございます。今学部長がおっしゃいましたように、東京大学には災害対策本部というものがございます。でそこに登録してあります農学生命科学研究科の活動がございます。でこれはですね、農学部始まって以来といっても過言ではないんですけれども、農学部にはいろいろな専攻から、それから専攻、ここにございますが、付属施設、それから右側に専攻でございますが、こういう膨大なですね、分野の研究をする人たちを抱えております。で事故の後、学部長がですね、私たちがどういうことの被災地に支援できるか、研究でもってどういうことができるか、その計画書を出すようにと言われまして、大体4、50人の教員が出しました。でそれをいくつかのカテゴリーに分けますと、例えば作物から、魚介類、いろんな分野になるわけでございます。でどれも自然が相手でございますので、一つの専門では解けないわけでございます。で左にございます付属施設、それから専攻を通して関係のある先生が串刺しにしまして、今までの既存のその枠組みを超えてですね、皆さんが協力して例えば作物の解明をするということを始めております。で放射能に関係あるグループ、それから関係ないグループ、その2つに分かれておりますが、本日は放射能関連の話をいたします。で合計で大体4、50人の先生が関わっております。で次にその場所でございますが、よく場所につきましてはチェルノブイリと随分比較されますので、これは経済省の方からいただいたものでございますが、すいません、上がチェルノブイリの地図でございます。で丸が30キロ、下が福島でございます。よく一般に言われますが、汚染している面積は大体チェルノブイリの 6%で、放射性セシウムの量は6分の1ぐらい、それから飛んだ距離ですね、放射性物質が飛んだ距離が大体10分の1と言われておりますが、これくらいの場所になりますが、この場所につきまして農学部はいろんな付属施設を持っております。で学部長も言われましたけれども、この草色のものは演習林でございます。北海道から愛知まで、それから秩父、千葉、東京近辺もいろいろ演習林がございます。この教員の方たちも加わっておりますし、あとその牧場ですね。牧場はその農学部の付属施設で一番放射能汚染が高かったところでございますが、牧場、それから田無にございます生態調和機構、畑とか水田でございます。それからあとその魚介類をする先生方、それから鳥類、それからフィールドのものを動物を追って調査をされている先生はここら辺を活動場所にされております。とそれ以外に福島県の農業総合センターとも共同研究をしてまいりました。このセンター付属の果樹試験場も一緒に研究してきております。それからそれ以外にもいろんなその都市ですねとか市町村とも組んできております。本日はこちらの演習林の話は出ませんが、遠いところ伊豆の方のですね演習林に生えたキノコに放射性セシウムが出たとか、いろいろなことが分かってきております。でどういうことをですね、組織、それから場所ですけどもの場所を踏まえまして、どういう研究をしているかということでございますが、これはお配りしたですね用紙集よりもう少し付け加わっておりますが、どういうことを題材に皆さんがグループを作って研究しているかということを書き並べますと、これだけたくさんになるわけでございます。で私どもは4回に、今回が4回目ですけれども、過去3回研究報告会をしてまいりました。で先ほどお見せいたしましたそれぞれの分野においての成果ですね、どういうことが分かってきたかということを1回目、2回目、1回目は昨年の11月、2回目は
今年の2月、それから5月、それから本日が9月でございますが、いろんな分野のことの成果をお話してきたわけでございます。それをですね、色別にしますと、これだけの分野がございますが、1回目は水田、それから土壌、それから牛乳、ミルクの話、それから野鳥の話、魚の話等々いたしました。2回目はですね、今年の2月でございます。赤で囲ったもので、やはり一番大切なこの水田の話とか土壌の話に加えまして、家畜、それから果樹の話、それからキノコですね、それからあと魚の話等も報告してまいりました。で3回目はですね、果樹、それからもう少し今までと違った視点からエネルギー作物を作ったらどうなるかとかですね、それからあと少しそのセシウムの吸収の低減除染について稲を対象に少し発表いたしました。それからあと品種間によってどれくらいその稲はセシウムを吸収するのかしなくなるのかっていうことの研究発表も少しさせていただきます。それからサイエンスコミュニケーションですね、今回も発表ございますが、サイエンスコミュニケーションについてもお話ししました。で本日はですね、先ほど学部長がお話ししましたように、一番新しいといいますか山林からですね川にかけてフィールドの調査をどういうふうに行ってきているかということをお話ししますし、あとその稲でのセシウムの動態、植物生理学的な話、それから果樹の話、それから除染に関わること、それから魚につきましてはまた少し新しい切り口からお話しいただけます。それからあとサイエンスコミュニケーションと、こういうことをしております。それぞれですね、時間が経つとまたそれぞれ新しい知見も得られてきますし、同じ分野でもまた違う方面からの研究発表もあろうかと思います。でこれが最後のスライドでございますが、課題等はですね、やはり私たちが知りたいことの一番大きなことの一つは経年変化ですね。時間とともに放射能汚染がどう変わるか、場所が汚染された場所がどう変わるかとか、汚染されたものがどういうふうに変わっていくのか、どういうふうにまた汚染されるのかされないのかということです。それからあと水が一つのキーワードでといいますか鍵でございまして、例えば土壌が汚染してもですね、土壌に吸着しているセシウムが吸着している限り植物は吸えないんですね。ところが何らかの土壌にくっついているはずのセシウムが溶け出してで水に溶けてイオンの状態で水に溶けたということになりますと、植物とかいろんなものが吸収できるようになるわけです。ですから水が一つの鍵だと。あとフィールドの実験が主だってことは、これはもう言うまでもございません。でここら辺のことが少しずつ分かってきて初めてですね、汚染の低減とか除染対策の方に行けるんだと思っています。でまだ私どもはデータを蓄積しているところでございますし、少しこちらにも踏み込んでいるというところでございます。それからもう一方、放射能リテラシーと書きましたが、成果を公開してきておりますが、あと学生も含めてその学生の教育をどうしていくかとか、あとリスクと風評もどういうふうに考えていけばいいかということで、放射能リテラシーの向上も目指しております。でこれからも継続して研究を続けていくつもりですので、よろしくご支援のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。